はい、皆さんこんにちは。大空ガレージチャンネルです。さて今回はマジェスティ125インテークマニホールド交換編です。なんか最近コマジの様子が変なので吸気系のチェックをしてみたいと思います。そして不調の原因とは、またエアフィルターを長持ちさせるちょっとした方法もご紹介します。最後までゆっくりしていってね。というわけでこれから不調の原因を探っていきます。とは言っても今回が初めてではないのでだいたい見当はついています。おそらくインシュレーター付近の虹や吸い込みでしょう。では早速見ていきましょう。まずはエンジンのかかり具合ですが、ご覧のように全く良くありません。アクセルを少し開けてやるとやっとかかります。でもなんか止まりそう。そしてキャブをどつくと止まりました。もう一度やってみましょう。止まりました。やはり虹エア吸い込み確定です。というわけでインテークマニホールドにアクセスするため、タンデムバックレストと左シートカウルを外します。キャブに力を加えてみましょう。インシュレーターに亀裂ができてパカパカ開いています。バンドを緩めてキャブを抜きます。直接手で動かしてみましょう。深さはわからないですがこれは良くない。長い年月の振動と経年劣化による亀裂です。何せ14年以上揺さぶられ続けてきたのです。キャブとの接続部も広がってガバガバになっています。エンジンの不調を感じると真っ先にエンジン内部や点火系を疑いがちですが、実はこんなところに落とし穴があったりするのでした。とりあえずパスボンドで補修します。お風呂の水風呂等で使うシリコンボンドです。部品が届くまでの間の応急処置です。ぐるりと一周厚塗りします。キャブ側の合い口にもぐるりと一周アルミテープを巻いて隙間を塞いでおきました。あとはバンドを強めに締めておきます。これでしばらく大丈夫でしょう。部品が届いたので再び作業開始です。左側カバー類を外して、エアクリーナーケースを外して、キャブを外します。いよいよインテークマニホールドを外します。不圧ホースを抜いてボルト2本を外します。これがマニホールド一体型のインシュレーターです。やはり亀裂は奥まで達していたみたいです。こちらがヤフオクで台湾出品者から送ってもらった新品
ですね。オーリング、キャップ、バンド等は付属していないので再利用します。準備ができました。取り付けていきましょう。シリコングリスを塗ります。指で均等にならします。異物が入らないように気をつけながら乗せます。シリンダーヘッドはアルミ製なので締めすぎ注意です。奥側のボルトには工具が届かないのでフレキシブルジョイントをつけて延長。インテークマニホールド取り付け完了です。キャブの合い口に浸透潤滑剤を吹いておくとインシュレーターに入りやすくなります。キャブをねじ込みます。しっかり締められるようにプラスネジを六角穴付きボルトに交換しました。不圧ホースを接続します。燃料ホースを接続します。エアクリーナーケース取り付けでも同じように浸透潤滑剤を吹いておくとスムーズに入ります。バンドを締めます。フリーザーホースを戻します。エアクリーナーケースを戻します。作業完了です。続いてエアクリーナーを長持ちさせる方法についてご紹介します。エアフィルターは乾式で紙でできているため洗浄はできません。特に汚れがひどいのは吸気口に面しているこの部分。マニュアルには18000キロか18ヶ月ごとに交換となっています。18ヶ月の意味が分かりませんが、毎日通勤で使っているとちょうど1年半で18000キロになり1回1000円前後の出費です。手に入れるのも面倒だし捨ててしまうのも資源がもったいないと思い再利用方法を考えてみました。こちらも Amazon で売っていた汎用エアフィルターです。 30×30×1 センチで好きな大きさに切って使うことができます。フリーカットエアフィルターで検索してみてください。エアフィルターの幅に合わせてカットします。巻きつけます。ステンレスワイヤーを用意しました。こんな風に巻きつけて針金を引っ掛けます。強く引っ張るとスポンジの目が潰れるので余裕を持たせて巻きつけます。レスポンスのことを考え、一部は巻かず吸気口の反対側にセット。紙フィルターを併用しているのでオイルをつけて湿式化する必要はないでしょう。これでいつでも汚れたら中性洗剤でスポンジだけ丸洗い。フィルター代は永久にかからないでしょう。ではエンジンをかけてみましょう。一発始動で大成功。これで空気が整ったので今度はタコメーターでもつけてアイドリング回転数をどこまで下げられるかやってみたいと思います。先日ベルハンマーを点火して回転抵抗も減ったと思われ調子の良いエンジンにしかできない超低回転に挑戦してみようと思います。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。